皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はプロッターのテンペスティとホースフェアの経年変化を見ていきたいと思います。よければ最後までご視聴ください。こちらに出ている黄色い方がテンペスティで、去年の12月から使っています。使用歴4ヶ月の革です。お隣がホースフェアのレザーバインダーです。今年の年始一番最初にお迎えした革で、使用歴は3ヶ月です。どちらの革も開封動画とか上がっているので、購入当時の様子などはそちらをチェックしてみてください。まずはこちらのホースフェアの方から見ていきます。ホースフェアのレザーバインダーはこのようにホースフェアのエンボス加工が施されたレザーになります。基本的な経年変化は色のツヤ感が上がるぐらいかなと思っているんですけれども、インスタにも写真を上げたんですけど、普段はデスクに複数の家置きのプロッターたちをずらずらっと並べているんですね。それでホースヘアの横にちょうど小物入れみたいな箱があるんですけど、どうしてもこのプロッターが倒れちゃってちょっと斜めにかしがった時に、その箱の角がここに当たっちゃうんですよね。でそのへこみみたいのがここにあります。光の加減とかで他とは違う部分がありますよね。ここです。こちょっと色が濃くなってて、アップで見た時にこんな感じでへこみができています。引きで見ても結構わかりますよね。一応その跡がつきそうだなって思っていたので、こまめに出したり向きを整えたりとかはしていたんですけど、やっぱりどうしてもかしがっちゃって跡がついてしまいました。何かしらの対策をしねばと思っています。なので今後本棚のその置き場所、置き方とかについては仕切りを置くとか何かしら対策をしようかなと思っています。表面はこのように結構くっきりとした跡がついているんですけど、裏面はというと意外と何ともないです。反対側も同様で特に大きな変化はありません。パスワード管理帳として使っているので、月に何度か取り出して見返すぐらいとかで、そこまで使用頻度も高くないからエイジングもそんなに進まないし、もともとエイジングの早い革とかがっつりエイジングするものでもないっていうところですね。今のところ変わった点はここのへこみだけになります。そしてもう一つのテンペスティはどうかと言いますと、こちらも何気に変わってるんですよね。こんな革っぽくないなりをしているので、エイジングするとはいえめちゃくちゃ時間かかるだろうななんて思っていたんですよね。半年とか1年数年っていう感じをかけて、ようやくツルツルの革になっていくと思っていたんですけれども、結構革のこの表面の色にムラが出てきたかな。カスタードの色をしているんですけれども、ところどころこの辺とか濃くてこの辺は薄くてとか、まだらな感じで濃いところ薄いところの濃淡が出てきているような気がします。自分が手で触った時によく触れるような場所が色が濃くなっていて、あんまり触れにくいような場所は薄くなってるのかなっていう風に思っています。仕事の手帳なのであまり中身をお見せできないんですけど、プロッターじゃなくて緑のクリップバンドを普段は取り付けているんですね。このようにゴムを外す時に横にスライドさせて取るんですけれども、その時に皮と接触して摩擦が起きますよね。ちょっと分かりにくいとは思うんですけど、この辺ですね、ここだけちょっとつるっとした感じに、この毛羽立ちの粗さが落ち着いた感じ、寝かさってきたような感じに見えます。この一角ですね。ごわつきみたいのがちょっと薄く見えませんか？本当にこの指第一関節分もないぐらいのスペースです。色の濃淡が出てきたとお話ししたんですけど、このリングラインのこのそばとかで、この辺とかですかね、ちょっとテカリみたいなのを感じる場所とか、この辺とかちょっとコットですよ、この先端の部分とかテカリみたいなのを感じたり、こっちもこの辺とかちょっとピカッと光る部分がありますよね。
この角の部分とかやっぱどうしても触る機会が多いからなのか、他のところに比べてこの辺とかに大きなスクラッチの傷とかあるんですけど、この辺の傷とかと違ってポソポソ感がないんですよね。割としっとりつるっとした感じになってきています。テンペスティに関しては他のメーカーさんとかでもそもそも作りがないというか、あまり見かけない革なので、エイジングの過程とか情報がすごく少ないんですけれども、このスクラッチ加工の凸凹感がだんだん落ち着いてきて、それから色が濃くなって徐々にスムースになっていくのかなと思っています。動画を撮る 1,2 週間くらい前かなにこの辺とか本当に一部分だけ色が濃くなって触り心地がツルツルになったところがあったので、その点についてインスタにアップしたんですけど、濡れたのか消毒がついたのかとか、その辺もいろいろと考えたんですけど、これそもそも私は普段仕事で使っていて職場で使っているんですけど、デスクのコップとかとは一番離れた位置に置いて使っているし、この皮すごくドライだし、濡れた手では基本触らないんですよね。自席で食事をする時もわざわざこれを一旦どかして濡れないようにした状態でご飯食べて、また乾いた状態でこれを元に戻してみたいな感じで、割と細心の注意を払って使っている子なんですね。なので不必要に濡れてしまった的なことは考えにくいんですよね。なので純粋な経年変化ではないかと思っています。徐々にこの黒くなってくる箇所もすごく増えてきたりしているので、やっぱりこの手で触る部分の面積範囲によってこう色が濃くなってきているのかな。まだ何とも言えないですけど、また半年後とかにどうなってるかですよね。もしテンペスティをお持ちの方で私のこうなりましたみたいなのあったらぜひ教えてください。もう何ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、多分これずっとつけてるんですけど、一度撮ってみましょうか。どうなってるのか。すごい気持ちいい。ここ見てわかると思うんですけど、ちょっとへこんでますね。やっぱこの押されている分、圧がかかっている分へこみはあります。でもここって誰にも触られていない部分なので、多分元のすごいふかふかですごく気持ちいいです。ここ面白い。なんとなくこうゴムの跡も残ってますよね。日焼けじゃないけどスーって見て取れるかなと思います。内側はやっぱりこうなんとなく書類の跡みたいのがついている気もします。嫌な仕事は跳ね返してもらおうと思って今トラを入れてます。まだ入れ始めたばっかりなので効果に関しては分かりません。あれ、ここはシミがあったかな。テンペスティに関してはやっぱりところどころ色が濃くなったりツヤ感が出てきているんですが、そういった箇所でも基本的にはこのスクラッチ加工の麻のような感じの目っていうのかな、そういうのは残っていますね。本当のスムースの平ら、こう何もない感じになるっていうのは程遠そうです。また区切りのいいタイミングとか大きな変化を感じたタイミングでお話できればいいなと思います。ということで今日はテンペスティとフォースヘアのエイジングについてお話ししてみました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。